してて、ごちゃごちゃ荷物もう今以上に飲むものばっかりですはい、とりあえずリビングがモデルルームのようになってます。何がびっくりって、私この和室ですよ。ママがのクローゼットをファミリークローゼットにしたいっていう要望に対して、まずそれを、考える前にこの家の部屋の使い方に問題があるということで、あんまりないんだよね、ここにね。なので私問題だと思ったのは隣のはい三女の部屋ですよね。ここの収納に孫のものが置いてあることが問題ですよね。結局そうなっちゃってるせいでどうしても出入りをしてしまうというところが、まあこのお部屋の主からしてみたら問題だということだったので、この部屋だけこの家の家族とは思えないこのスッキリ感みたいな。でも一人分じゃないですか今、はい、でもあなたにはまだ別の所有物があるじゃないですか本当はですね。本当はね、じゃあちょっとね、長女の部屋さら地にしたらないですけどもうすごいですね。もうやっぱりですね、さすが長女ですね。まあ物の量で言ったらナンバーワンだったって話でね、はい、まあこれどうすんのよって話なんですけど、まあこれには私はちょっと秘策がありますので、はい、後々お話をしますが、まあ、なので長女の部屋がさら地になったってことでめでたく2号の部屋が移動できます。はい、3階のものを2階に動かしてもらって、しっかりと2号の部屋を作った後にこの長女のものをどうするかっていうことを考えたいと思いますので、はい、やっていきたいと思います。はい、週末ビフォーアフター始まって以来のさら地何個作るんだって話ですねはい、まさかの三女の部屋までさら地になったということで、どうしてこっちじゃなくて隣の元お姉ちゃんの部屋が良くなったんだっけ。グッズ飾りたい。グッズを飾りたい。あ、なるほどね。そっか、この部屋って窓が多いからいろいろ飾るにしても
あっちの部屋の方が壁がないんだもんね。でもあれなんかさっき話聞いたらもともとは隣の部屋だったと思う。なんか気がついたらっていうか、なんか交代するっていう話が出てて、なんか知らん間にこう知らん間にね、っていうより、うんってうなずいて変わったみたいな。変わったまでね。私はそのところのね事情はよくわからないんですけど、今回は、古方塾が来たからどさくさ紛れで私の部屋までやってもらおうみたいな話でね。そうですね。私言っときますよ、奥さんにお願いされたのはクローゼットとキッチンだけですからね。はい、そんなこんなで、大移動が始まっちゃったんで、せっかくならねその大好きなグッズがこう並べられるようにちょっとねもやっとするお部屋作っていきましょう。はい、はい、お願いします。 OK です。はい、ということで今日一日の作業が終わりました。はい、お疲れ様でございました。本当はねママには私のクローゼットをファミリークローゼットにしたいというような要望がありました。ただ私の中ではもしそれをやるなら部屋の使い方が間違っているということで、ここは3階のもともとは、次女と次女の息子が、使っていた部屋だったんですが、長女に交渉させていただきましてお姉ちゃんの部屋にいたしました。はい、見てください、どうぞ。はい、おお、どうでしょうか。めちゃめちゃすっきり。本当ですね。見違える。こんなに汚かったのに。すごい元があったのに。はい。次女さんもまあまあすっきり暮らしてましたけど、長女のものも、私の忖度のおかげでこのようにすっきりと片付いたお部屋になっております。はい。すごい。どうですかね、これ見たら長女びっくりしますかね。絶対喜ぶと思う。実際申し訳ないんですけれど、長女の服はこれの2倍3倍ございますのでもちろんこの場所には全ては、ありません。ただ前の部屋よりは綺麗なお部屋になってると思いますし、きっと2階から3階へ降格したところで文句はないのかなと思います。なんならもう一つ彼女の場所も作っておりますので、それは後々お話しさせていただきたいと思いますので、とりあえず長女以外の次女三女の部屋を見に行ってみましょう。はい、ということで次女の部屋へ見ていきましょう。はい、どうぞ。どうですか。もともとすっきりしてたけど、もっとすっきりした。そうですね。私ほぼここやってないです。何がすごいかっていうと、息子のものがプラスされてるのに景色が変わってないってことなんです。一つね、私が提案したのは、この白いタンス2つは実はクローゼットの中で使われてたものだったので、このね白いチェストだと、部屋の中にあっても存在感もないですし、でなんならこのね次女はね白が好きなんですよ。覚えてますか。これ三女の部屋にあったやつですよね。そうなんですよ。忘れてると思うんですが、次女の部屋には赤い棚があったんですよ。その棚をなんと三女の部屋にあったこの白いチェストと交換して、あちらに、趣味のもの、こちらには衣類。すごいですね。もう長女の100分の1ぐらいしか弱くないんじゃないのっていうぐらい次女はね息子と2人でこの2つで賄えてると、素晴らしいですね。ということで今日の今日まで想定していなかった三女の部屋を見に行ってみたいと思います。もともとここは長女の部屋でした。長女の部屋だったところを本当は次女にしようと思ったんですが、覚えてますか。三女に聞いたんです。私何か要望はあるって聞いたら、
誰も入ってこないようにしてほしいって言われてそこには次女と息子のものがあったわけですよ。それがね今回めでたく次女の部屋に一緒に収まったということで、三女だけの部屋が生まれました。見てみましょう。どうぞ。おー、すごい。すごいアニメのキャラクターだらけなんですけど、すごいっすね。これ自分でやったんだもんね。自分でやりました。そうなんですよ。この赤い棚が元は次女の部屋にあったものを、三女が使うということで、もともとあった白いチェストをお姉ちゃんに譲って、こんな感じでね、煉獄さんがいっぱいいるんですよ煉獄さん好きなんで。すごいですね、煉獄さんでもいいじゃないですか。煉獄さん赤いから、はい、この赤のだから赤が好きなのね。なるほど。三女どうですか？綺麗にグッズも飾れるように。めっちゃテンション上がるでしょ。上がります。なんでそんなにテンション低いの？いつも上がってるんです。上がってますよ。上がってる？上がってますよ。もっと出して嬉しいですよ。出さないだけでね。映せないのが残念です。はいはい、よかったよ。初めて自分の主張をね今回言ったかなっていうぐらい、私は別にただ誰も入ってきてもらいたくない、それすごい主張でしたからね、私の中でね。それもねちゃんと解決して、奥さん覚えてます？もともとはクローゼットだけやってくださいって言ったんだよもうそういうわけで、とりあえず、この家に一番長くいる次女と三女が、2階に降りたことでやっとこのクローゼットのあるべき姿が見えたっていうかですね、基本的に次女も三女も部屋の中で全てがこう賄える人たちだったんですね。で賄えない人っていうのはママと長女なんですよ覚えてます？長女の部屋、はい、もうまるで洋服屋のバックヤードのような場所で、ジャングルのようなジャングルでしたよね。ただですね、私は彼女のためにファミリークローゼット見てください。ドン。うわーすごいお店ができそう